公の場で堂々と拷問される女性たち。あなたは何もしていない彼女たちを虐げるこの行為が罪に問われない国があるのを信じられますか？2015年8月8日、インドジャールカンド州カンジア村。その日の朝、物々しい雰囲気で村の広場に集まっていたのは約150人の村人たち。彼らが取り囲むその中では、警察が現場検証を行っている最中でした。これはひどい。警察の前には何度となく殴打された5人の女性の遺体が。そして犯人は分かりきっていました。野獣馬のように見えていた村人たちの中に赤黒い血で汚れた武器を持っている人物が数人いたんです。やったのは俺たちだ。警察に向かい毅然としてそう言い放ったその村人。たった今殺人を犯したばかりの彼に悪びれる様子はみじんもありません。何より不可解なのは、周囲にいる村人全員が犯人に同調するようにうなずいていること。その理由はこうでした。村のためにやるしかなかった。あいつらは魔女だったんだ。村を守るため5人の女性を撲殺した村人たち。21世紀の現代でも確かに存在する魔女狩りの全貌とは。常識では考えられない魔女の存在を村人たちはなぜ疑わなかったのか。おざす。最近ハンターハンターにハマってるよ、ケンちゃんです。最近悠々白書にハマってます、ヤミコです。富樫祭りかもな。富樫祭り我々だけでやってますけれども、最近ね、ネットフリックスで実写も始まりましたね。そう悠々白書ね。いや正直言って私ね、全然悠々白書のストーリー途中でやめてたのよね。漫画読むなんか最初だけちょろっと読んだだけの記憶しかなかったけど、面白かったわよ結構ね。なんか俺もうアニメ全く見てないからさ、いい意味でこだわりなくて、普通にドラマから入ったんですけど、なんかこの映像どうやってんだろうみたいな、ね、すごい面白くて、なんか後々調べたら、あの映像技術ってハリウッドレベルで言うともう最先端のレベルらしい。へえ、そうなの。最近おすすめ。これ全然案件とかじゃないんで。今回は世界にはびこる闇シリーズということで、未だね現代でも行われているという魔女狩りの闇について見ていきたいと思います。この魔女狩りって聞くとね、中世ヨーロッパのイメージがどうしてもあると思うんですけど、実はねこの現代でも未だに行われているね国があるっつうんですよ。いや信じらんないわよ本当に。だってさ、当時はその説明のつかないような災害とかさ、病とかの感染症とかに対してさ、魔女のせいだって人のせいにしてたっていう名残じゃない、これって、今となってはもうほぼわかるじゃない。そうね、科学的にね。それでもなお、魔女のせいにする輩がいるっての？そういうこと。僕はね、この魔女狩りが行われている理由をね、知ってね、人間って本当に愚かな生き物だなってね、痛感させられたんですよ。こうしてね、現代でも存在してしまっている魔女狩りなんですけど、現代でも行われているものっていうのは、とても民間人が行っているものとは思えないほど凄惨なものだったんです。一夜の惨劇。2015年8月8日、インドジャールカンド州カンジア村。深夜、静まり返っていた村に突如響いた激しく扉を叩く音。なんだ。驚き目を覚ましたその男性はこの家の住人ヨハン・オラオン。そしてヨハンが寝床から体を起こした次の瞬間、家の扉は破壊され、玄関からなだれ込んできたのは数人の村人。その手に棍棒などの武器を持った彼らは鬼の形相で家の中を探り始めるんです。探せ、絶対に許すな。間もなくして聞こえてきた女性の叫び声。母さん。ヨハンが慌ててその声の元へ駆けつけると、そこには年老いた母ラキアを棍棒で何度も殴りつける村人たちの姿が。観念しろ、この魔女め。村人たちのあまりの勢いにヨハンは何もできず、やがて母親のラキアがぐったりと動かなくなると、村人たちは彼女を引きずり家の外へと連れ出してしまうんです。年寄りでしょ。もう抵抗する力もないんだから、そんな乱暴なことしちゃダメよ。棍棒で殴ったりなんかしたら死んじゃうじゃないのよ。この時のね、村人の暴行っていうのはまだ序の口なんです。この後ね、母親のラキアさんはもっと悲惨な目に遭うんです。母さんが連れて行かれた。様子を見てくるからお前たちは絶対に家から出るんじゃないぞ。母ラキアが村人たちに連れ出された後、ヨハンは怯える妻や子供たちを家に残し、村人たちの後を追いました。そしてたどり着いた先は村の中心の広場。ヨハンはここで衝撃の瞬間を目にするんです。真夜中の広場に響いた硬いものが潰れる音と村人たちの狂気に満ちた歓声。そう、すでに100人以上が見物に訪れていたその広場では、母ラキアが石で頭を潰されていたんです。
なぜどうしてこんなひどいことをするんだ。母親が殺害される様子を間近で見てしまったヨハン。彼は悲痛な叫び声を上げますが、村人たちが動じることはありません。そして彼らはさも当たり前かのようにこう言いました。仕方ないことだ。お前の母さんは魔女だったんだから。そう叫んだ男の前には同じように魔女と罵られ殺された5人の女性の遺体が。そう、このカンジア村で行われているのは紛れもなく中世ヨーロッパの悪しき風習、魔女狩りでした。疫病の蔓延や穀物の不作などの社会不安を理由に魔術を使った者がいるとして特定の人物を迫害する魔女狩り。15世紀から18世紀のヨーロッパで行われていたこの風習は植民地にされていたインドにもしっかりと伝わっていました。そしてインドの農村部には多くの国で魔女狩りが遠い過去の出来事となった今でもその風習が残り続けている地域があるんです。被害者はある日突然魔女と呼ばれるようになり、村人全員から無視されたり、公共施設への出入りを禁止されたり、ひどい場合は爪を剥がす、糞尿を飲ませる、火あぶりにされるなどの拷問にさらされることもあり、今回の事件のように命を落とすことも少なくないんです。インドにおける魔女狩りによる暴行事件は2000年から数えても5000件以上、亡くなった被害者はなんと3000人を超えるとされているんです。何5000件もあって3000人も死亡者がいるって、それだけの人々がまだ魔女信仰みたいなのがあるってことでしょ。現代でなんでそんなことになっちゃう。なんでね、現代において被害者の方々が魔女だと断じられてしまったのかってことなんですけど、インドの農村部ではですね、我々の考える現代とはね、また違った価値基準っていうのがね、存在していたからなんです。魔女と呼ばれた女たち。カンジア村の事件で犠牲となってしまった5人の女性。実は彼女たちは一見して邪悪な魔女とみなされるには遠く及ばない人格の持ち主でした。正解。よく勉強してるね。感心感心。民家の庭先に敷物を敷き、集まった子供たちに勉強を教えていたのは後に魔女と呼ばれることになった高齢女性ラキア。その他の被害者となる女性たちも集まり、それぞれ子供たちの勉強を見ていました。そう、被害女性5人は教育の行き届いていないこの村の子供たちを立派な大人に育てようと奮闘する教育熱心な女性たち。いつも夕方4時になると庭先で開かれる勉強会がおなじみとなっていました。また女性5人は幼い子供たちだけではなく村の大人たちにとっても模範となるような存在。お酒を飲むのはいいけど子供たちの前で昼間っから酔っ払うのは感心しないね。彼女たちは自堕落な暮らしをする若者を見かけてはそうやってたしなめ、とにかく少しでも村を良くしようと日々行動していたんです。そんな女性たちが魔女と呼ばれるようになるのは事件から数週間前のこと。おじゃ、どうかお願いします。この子の病気を治してください。重い病を患った少年を連れた家族が訪れていたのはとある村人の自宅。オジャと呼ばれたその村人は少年の容体を見ると重々しくうなずきました。だいぶ弱っているようだね。かわいそうに。さらにオジャは続けて少年が病魔に侵されてしまった理由をこう語ります。この子が病気になったのはこの村に潜む魔女が呪いを使い腎臓を奪ったからだ。この時オジャが名指しした魔女は村の子供たちを熱心に教育していた5人の女性のうちの1人。なんてことだ。魔女の呪いだなんて。どうかこの子を助けてください。少年の家族は魔女の存在を疑いもせずオジャに泣きつきました。このオジャってのは何者なわけ。なんで村の人はみんなこのオジャの言うことをそのまま鵜呑みにしちゃうの。その理由はですね、この村におけるオジャの存在意義を知ればわかるんです。というわけで本日のメトラキーワードオジャについて。オジャとはインドに古くから存在しているまじない師のこと。よく知られている言葉だとシャーマンやエクソシストなどと同じような意味を持ち、霊的な力で村人を導く存在になっているんです。インドには現代医療が行き届いていない地域が存在し、そうした地域では病気や怪我の治療もオジャが行います。現代医療を知らない村人たちの頼みの綱はオジャだけ。オジャが魔女の仕業だといえば村人はそれを信じるしかないんです。オジャに魔女の仕業とされた病気の少年はその後家族の懸命の介護の甲斐もなく亡くなってしまうんです。そして嘆き悲しむ家族たちの心には強い憎しみが生まれていました。絶対に魔女を殺してやる。これさ、分かってるじゃない。亡くなったこの家族からしたら名指しされた女性に恨みをそのまま抱いてさ、信じちゃうの分かってんのに、なんでおじゃはこんな適当なことを言っちゃうわけ。まあでもおじゃ以外にさ、頼るものがない人々にとってはさ、おじゃの言ったことをそのまま信じるしかないのは仕方ないことなのかもしれないわよね。まあそう思うのもねあるんですけど、でもこの地域って実はね、魔女は存在しないよって事実含めて、法律としてね周知されてるんですよ実は。そうなの。そんな中でなぜね彼らは魔女の存在を未だに信じ続けているんでしょうか。欲にまみれた口実。
実は今回のような魔女狩りをきっかけにした事件が頻発していたことから、現在インドの多くの州では魔女狩り防止法が制定されています。今回の事件が起きたジャールカンド州でも事件の約15年前の2001年に魔女狩り防止法を制定。魔女狩りで暴行事件を起こした者に懲役刑や罰金刑が課されるようになっていました。そしてカンジア村の事件でも魔女狩りに関与した150人の村人は全員拘置所送りに。しかしその後逮捕された村人は誰も罪を償わず全員保釈されてしまうんです。その理由は逮捕された人たちを含め村人がこぞって警察に抗議したため、警察の横暴に抗議します、我々は村のために正しいことをしたんです、そう言って捜査の協力を拒む村人たちからまともな証言を得られるはずもなく、女性5人を殺害した首謀者が誰なのかはうやむやになってしまったんです。魔女狩りが行われるインドの農村部ではこのように村ぐるみで捜査協力が拒否されることも多く、事件が解決しないケースも珍しくないんです。また大勢の村人を敵に回すことを恐れた遺族が告発を諦めることもしばしば。実際に起こっている魔女狩りの数は警察の発表よりもずっと多いと考えられるんです。こんなんさ、法律ガン無視されちゃ作っても意味ないじゃないのよ。その法律で魔女の存在否定しても村人たちにとっても受け入れられないってことなの？これに関してはね、真相を知るとね、闇深いなって感じさせられるんですけど、実はね、村人の人たちっていうのは魔女の存在なんてないよっていうのもとっくに分かってるんですよ、実は。魔女狩り発祥の地であるヨーロッパでは18世紀以降の近代化で魔女の存在が迷信であることが常識となり、その風習も廃れていきました。そしていくら医療の行き届いていない地域があるといっても発展を遂げてきたのはインドも同じ。魔女の存在を本気で信じている人など現代に存在するはずがないんです。それにもかかわらずインドでは農村部だけではなく比較的文明が進んだ地域ですら魔女狩りが行われるんです。そう、彼らが魔女狩りを行うことには魔女が災難をもたらすという迷信によるものではない真の理由があるんです。2015年8月8日の夜、カンジア村の村人たちは一軒の民家に集まり酒を酌み交わしていた。今夜息子の仇を討つ、あの魔女を殺してやる。憎しみをあらわにそう言ったのは先日息子を病で失った父親。ああ、俺も手を貸すよ。これ以上犠牲者を出したくない。みんなで魔女を血祭りにあげよう。次々に声を上げる村人たちのその様子は少年に病をもたらした魔女の存在を信じてやまないように見える。しかし魔女はあいつだけじゃない。まだにもそうだ。あいつは俺から唯一の楽しみの酒を奪った。それならティトリとラキアもだ。あんなに生意気で口うるさい女は魔女に違いない。村人たちが続けてやり玉に挙げていった女性たちはまじない師のオジャが名指しした女性でもなく、少年の死とは何も関係がない。彼らは魔女の定義を履き違えているかのようなめちゃくちゃな理由をつけ、女性5人への日頃の恨みを吐き捨てていた。カンジア村で魔女狩りの被害に遭った女性5人は子供たちに教育熱心で大人にとっても模範となるような存在。彼女たちは自堕落な生活を送っている若者をたしなめていたほか、隠れて違法薬物に手を染める村人を厳しく叱りつけることもありました。酒やタバコ、薬物が娯楽となっている村人からすればそんな女性たちは邪魔者でしかありません。オジャが何を思いこの女性のうちの一人を魔女としたのかは定かではないんですが、村人たちにとってそれは復讐の格好のチャンスになったんです。女性たちに口うるさく言われたの腹いせでその迷信を利用してたってことでしょ？信じらんない、本当に。そんなで殺人までして許されるわけないじゃないのよ。まあ普通に考えて許されないですよね。なんでこんなに感覚ずれてんだろうっていうのは、インドにね、古くからあるね、風習がね、関係してるんですよ。風習？はい。インドで魔女狩りが行われる理由は、違法薬物の使用に口出しをされたから、体の関係を迫った際に断られたから、財産を奪うため、など、個人的腹いせや私欲によるものがほとんど。その背景には、インドに古来から存在するカースト制度が大きく関わっているんです。職業や生まれを根拠とし、身分に理不尽な上下関係を生み出したカースト制度。現在は禁止されている制度なのですが、数千年続いた風習を覆すのは難しく、立場の強い者が弱い者を虐げる文化が色濃く残っている地域が未だに存在するんです。ただし、カースト制度がなくなった現在、弱者とされる理由は生まれや職業ではありません。現代のインドで弱者とされるのは、その多くが女性なんです。特に高齢女性や守ってくれる夫を失った未亡人など、権力者に抵抗する力を持たない女性がターゲットにされることが多いんです。そうした
した女性を堂々と虐げるための言い訳として魔女狩りが利用されているんです。実はインド政府は2023年をめどに魔女狩りの根絶を目標としていました。そのため近年は各州で魔女狩り防止法の見直しや街頭演説による意識改革、被害者保護委員会の設立などの活動が活発に行われていたんです。しかし未だ各地で勃発する魔女狩りの勢いは衰えず、政府は3年後の2026年に目標を設定し直すこととなってしまいました。法の力をもってしても根強く残り続けるその理不尽な差別意識には人間の底知れない欲深さを感じさせられるんです。